皆さんこんにちは。安田工業ドイツ営業所の田中と申します。ドイツ営業所でマーケティングマネージャーをしております。安田工業は1929年に設立をし、日本の岡山県に本社を持つ工作機械メーカーとなります。全従業員は約400名程度。岡山県にある本社工場で一貫して機械を設計から製造まで行い、世界中のお客様に工作機械を届けております。弊社の機械は高合成、高精度を軸とし設計製造されており、製造が難しい部品、また金型、高精度の金型を製造されるお客様に多く活用いただいております。ありがとうございます。元来、工作機械はマザーマシンとよく呼ばれています。どんな商品、自動車であっても、一般の機械であっても、そのプリンターであったりとか冷蔵庫とか、そういったどのような商品もその商品を作るための機械が必要であり、その機械というのは我々の工作機械、そのため工作機械をマザーマシンというふうに呼ばれる方も数多くいらっしゃいます。その中で我々の商品は高精度、高合成といったところを主としており、いろいろなお客様の基幹部品、非常に重要となるその商品の核となる部品を製造することが多くあります。そのため多くのお客様から安田の機械はマザーマシンだよねと、そういったお言葉をいただくこともありがたいことにたくさんあります。バーゲンムトとのファーストコンタクトは、本当にたまたまではあるんですけれども、我々の事務所がデュッセルドルフにありまして、そのデュッセルドルフの事務所の1階に弊社、3階にバーゲンムートがあり、そこで初めて出会った形となります。最初コンタクトを取った時ですね。というのも、我々安田工業が、ドイツをはじめとした欧州市場に向けたメッセージを一新したい、また新しいブランドを立ち上げたい、そういったところからオンラインの広告代理店といったのを探しておりました。たまたま自分たちの階の上にいるバーゲンムートさんを見つけて話を始めたというのが最初のコンタクトとなります。欧州のホームページを作るよと、進めようと、そのプロジェクトが進んだときに、さまざまな広告代理店さんと話をしました。我々としては、自分たちの持っている商品、自分たちの持っている、フィロソフィー、そういったものをより、ドイツであったりとか、欧州のお客様に対して日本企業としてというメッセージだけでない、もっと現地の方々にも受け入れてもらえるような、そういったメッセージ性を打ち出したいというふうに思い、さまざまな代理店さんと打ち合わせをさせていただきました。その中でバーゲンムートの持つ、その提案ですね、提案のコンテンツの魅力であったりとか、それ以上に我々の話をしたことに対するなんていうんですかね、聞き取る姿勢、我々が何かを話をした時にもっと多くのことを聞き出そうとして我々の企業の本質をつかもうとしてくれた、その姿勢を非常に我々としては素晴らしいなと思って、最終的に
バーゲームウッドさんと一緒にやろうというふうに決めました。難しかったことは、そうですね、まずはタイムマネジメントが非常に、苦労をしたかなというふうに思っております。我々のオンラインマーケティングまたはマーケティング活動は基本的には時間が決まっている。もちろんそれはどのプロジェクトでもそうなんですけれども、特に展示会といったところに向けてマーケティングを打つことが多いんですけれども、その展示会、例えば9月に展示会がありますよと言ったら、その9月の1ヶ月前では2ヶ月前にプロジェクトというのを本格始動させて終わらせなければいけない。その時間制限が決まっている中で多くのコンテンツを作り一緒にやっていくというのが非常に苦労したなというふうに記憶があります。ただ我々の中でバーゲームウッドには、コンテンツの作成だけでない、アイデアの作成もそうなんですけども、それ以上にプロジェクトの管理、タイムマネジメントであったりとか、あとは進捗の管理、そういったところも大きくサポートをしてもらった。それで我々も随分助けられたなというふうに思った記憶があります。今ちょっと、ご説明をした、タイムマネジメント、プロジェクト管理といったところもお願いをしていたんですけれども、もちろんそれはプロジェクト内でさまざまな役割をお願いしております。事業戦略、営業戦略といったところは当然弊社のやるところとして我々の領域として戦略を立てていくんですけれども、その戦略をどうやったら欧州のお客様により効率的にまたよりよく訴求ができるか、そういった戦略の実現化といったところのアイデア出し、本当にプロジェクトの最初の部分から入っていただくこともありますし、彼らに 3D データであったり、またコンテンツ、それは SNS の運用、またビデオのコンテンツといった作成もお願いをしております。基本的にはメールと電話が中心となります。ただこのコミュニケーションといったところが非常に我々としても大きく助けられたなという部分があるのが、2つあって、1つが我々に対しての、聞き取るというかコミュニケーションの姿勢、彼らが何かコンテンツを作るプロジェクトをやるという時に、本当にたくさん聞き取りをして、またディスカッションも多く行います。そういったことで我々が本当にやりたいことというのを具現化するためのステップを踏んでもらってるなという、そんな印象を持っています。でまたもう一つがコミュニケーションのスピード、速さというところになるんですけれども、マーケティングの活動をしていて、急な変更であったりとか、急なデッドラインが急にデッドラインを短くしなければいけないと、そういった時でもかなり柔軟に対応してもらっているところがあり、そういった部分でも多く助けられたなというふうな記憶があります。とても成功したんではないかなと思ってます。もちろんプロジェクトの中の目的というのもいろいろ違うところもあるんですけれども、まず我々が一番最初に目標として定めていた、弊社の新しいブランディングメッセージの打ち出し、また弊社のブランドを欧州の市場のお客様に届ける、そういった部分でのこちらの意図というのはしっかりと実現することができたのではないかなというふうに思っています。アウトプットのクオリティの高さといったところ、また先ほど話をしたコミュニケーションといったところで、我々が本当にやりたいと思っていたことを実現化をしてくれた。そして今回新しく初めて付き合いが始まったのがホームページの部分だったんですけれども、そのホームページで作成をした、デザイン、ブランドのダイレクション、そういったところがこちらが
本当にやりたいなと思っていたこととマッチをしていたので、このブランディング方向性を続けたいと思って最初のプロジェクト後もワーゲームットに仕事をお願いしております。そうですね、なくてはならないパートナーかなというふうに思っています我々としてもブランドのメッセージを、新しいブランドを作り上げたこと、そういったところから我々の作る、作成物、コンテンツ、そういったところに一貫性を持たせたいなと。過去4年で掲げてきたような、そういった部分での、積み重ねてきたコミュニケーションであったりとか関係性、そういったところは、より強固になってきているのかなと思うので、今では我々にとって欠かせないパートナーかなというふうに思っております。進められるかなと思ってます。ドイツの国内には例えば我々がいるデュッセルドルフには多分数多くの広告代理店さんがいらっしゃって、さまざまな代理店さんと話をさせていただきました。で、最初のなんで選んでる理由かというところも含めてなんですけれども、彼らの持っているその柔軟性、または何か新しく作ろうとする姿勢といったところというのは本当に他の企業さんには見れないなというふうに思ったところがあります。特にオンラインマーケティングをするといった中でマーケティングの手法が大きく変わってくる、そういったことを肌で感じている中で、彼らがやっている新しいコンテンツの作成であったりとかマーケティングの手法、そういったところは私自身もたくさん多くのことを学んでおりますし、彼らが持っている強みなのかなというふうに思っております。